オレおじさんです。ようやくですね、シークレットボックスを開けることができました。なかなかですね、凝った作りになってまして、まず最初シークレットボックス開けて中身を出してみたらですね、中からですね、こういうボルトでロックされたボックスが出てきまして、このボルトをね、外すために、また鍵箱が出てきて、で、この鍵のコードが来るまで今度中開けられなくてですね、ようやくこのボルトのロックを外すものが出てきて、これでこれをロックを外して、ボルトを外して、ようやく中身が見れるっていう感じでした。中を開けてね、ようやく出てきたのがこのオレアの新しいフラッグシップモデル、オレア01です。日本初というか、世界でも最速の方のレビューになります。ちょっと詳しく見ていきましょう。それでこの同封されてきた資料には、ホリアがこの新しいフラッグシップモデルの01を開発するに至った経緯と、その熱意、それと同じコーヒー業界でホリアがリスペクトしているメロドリップとシバリスト、そのメーカーと一緒に仕事をしたいと思ったその経緯なんかが書かれています。それでは01の構成を見ていきましょう。まず最初はメロドリップですね。01はメロドリップを使用することが前提となっているモデルです。一緒にセットされています。で、このメロドリップなんですけど、通常のメロドリップは、取っ手をつけるために、ここのところに金属のネジ山が埋め込められてるんですけど、01に付属している部分は、取っ手を使用する必要がないので、ネジは埋め込まれてません。それ以外は一緒ですね。サイズは同じです。メロドリップが付属してきます。次に本体部分。こういった形の透明なトライタン製ですね。食品安全基準に準拠した BPA フリーのトライタンで形成された新しいブリュワーです。こちらがチャンバー部分ですね。で、これがベースとボトムが一体型のボトム部分です。ボトム形状もなんかすごい独特な形状になってますね。は一体成形です。だからフィルターですね。専用フィルター。シバリスト製の専用の円形フィルターです。このボトム部分にセットして使う形になります。で、これ高価なシバリスト製なんですけれど、ホリアの説明だと、枚数が多い製品バージョンを購入してもらえれば、通常の普及品タイプのフィルターと同じぐらいの値段になるっていう話でした。で、今回、新しいフラッグシップモデルを作るにあたって、ホリアがなんでメロドリップとこのシバリストを最初から自分の製品に取り入れようと思ったかというと、業界ですごいイノベーションを起こした2大メーカーで、ホリアもこの2つをすごくリスペクトしているということです。ただ、イノベーションを起こしただけに、革命を起こしただけに、コピー製品もいろいろ出てると。で、それがすごい、ホリア的にも嫌だよね、と。
オリジナルに敬意を表したいよねっていうことで、新しいフラッグシップモデルを作るにあたって、もう最初から彼らと、このメロドリップとシバリスト、彼らの製品を使った製品を作りたいっていうことで、この01に採用したっていうことがさっきのに書いてあります。それじゃあ実際に01を使って抽出します。抽出レシピはサンプルで入ってきたレイジーサンデーっていうスーパーシンプル&クイックレシピって書いてますね。3等のレシピです。豆は 15g、お湯は 250ml、油温は96度ですね。で、グラインドサイズ、粒度はミディアムサイズ、コマンダンテで20から24クリックってなってます。で、今回はコマンダンテ24、C40、24クリックでやってみます。で、3等ですね。1等目が 50g、で、2等目は 100g 足して 150g まで。で、3等目も 100g 足して 250g で終了というレシピです。今回使用する豆は一緒に送ってもらったマターオブコンクリートっていうところのコロンビアのウォシュトですね。一回飲んでみたかったんで、すごい楽しみですね。コーヒーマニアというよりは、この若い本職の人にこそコマンダンテ進めますね。コマンダンテで何クリックっていうのはもう世界共通言語みたいなもんなんで、若くしてね、この世界で食っていこうって決めたんであれば、自分にね、数万円投資することは全然無駄じゃないと思います。やっぱコマンダンテはね、知っとくべきですよ。若い本職の人ほど。次に01の方の準備をします。まず最初にメロドリップを外して、W チャンバーとオレアベース部分を外します。そしたらこのオレアベースに、そしたら次はこのシバリスト製の01専用ファストフィルター。これをセットします。こんな感じです。で、このフィルターなんですけど、リンスするしないの論争ってあるじゃないですか。で、おじさんは基本リンスする派なんですけど、これ01の専用のシバリストのファストフィルターについては、設計者のホリアから、これリンス不必要だよっていうふうに教えられてます。リンスする必要がないと設計者が言ってるので、今回はリンスしないようにします。まあ、ホリアが言ってんだからね。01公式ではリンスはしない。で、フィルターをセットしたら、ブルーチャンバーをまた取り付けます。こんな感じかな。そしたら01をコマンダンテのビンジャーにかぶせて、ひっくり返して、粉を入れたら終了。で、これが01とコマンダンテのビンジャーがぴったり合うように設計されてます。もう入れたらこれで終了です。そしたらカラフェに01本体をセットして、最後にメロドリップをセットしたら
抽出準備は完了です。それじゃあ抽出を開始します。注ぐ速度はだいたい毎秒5グラム、4から5グラムぐらい。で、注ぎ始めはお湯の液面が粉のところまで落ちてきたあたりで、で、このレイジーサンデーっていうレシピの場合は、抽出完了が2分30秒から3分ってなってるんですけれど、まあ豆にもよるんで、この辺は。で、今回は2分40秒ぐらいをちょっと目安にしてるんですけど、どうですかね。50秒ぐらいかな。はい、抽出完了です。ちなみに抽出が終わったコーヒーベッドの状態を見てみると、こんな感じで。では注ぎます。うん。これね、従来のオレアのブリュワーシリーズ、まあ、おじさん持ってるのは V3 とか V4 とかなんですけど、あとグラスブリュワーとか。あの辺とは、やっぱ味のベクトルが、味わいのベクトルがちょっと違う。V3 とか V4 にメロドリップリフトをつけたのとは明らかに違う味がします。こっちの方がより上質っていう感じ。クリアで。こう最初にこう口に含むじゃないですか。で、こう柔らかめに、でも結構明るく酸が入って、で、それがスッと消えていくのと同時に、この、なんていうのかな、口の中にすごい香りが広がって、その香りの余韻と一緒に甘さがずっと続く感じ。で、グラスブリュワーの方がもっと酸味が強く明るくくるんで、そういうのでもね、なんかね、一つ上の次元でバランス取ってる感じがします。おじさんの今のところの感想なんですけど、この01でしっかりセッティング取ったら、多分今までのブリュワーでは勝てない気がします。うん。それぐらい上質な、そうだね、上質だよね。まあ後で、
飲み比べしてみますけど、おそらく質感はこっちの方が高いと思います。じゃあなんでそういう違いが出るのかっていうと、もうこれはもう初めからメロドリップを使うことを前提に設計されてるからですよね。で、メロドリップを使うことによって、コーヒーベッドの攪拌が抑えられるので、雑味が抑えられるわけですよ。攪拌起きないから。それと、いつもよりも細かい粒度を使うことができるので、コーヒー豆を無駄なく効率よく使うことができると。それで、ボトムの形状もね、特殊な、こういう早出しボトムみたいな感じになってますし、で、そこの底面につけるフィルターがシバリストのファストフィルターを使用してますよね。フラットボトムのドリッパーでありがちな抽出時間が長くかかる。それによって過抽出が起きてしまうっていうのをこれで完全に防いでるわけですよ。だから過抽出が起きないから、濃度を高くしっかりと保ちながら過抽出にもならず早く終わる。3分以内で抽出が終わるみたいな。そういう抽出デバイスになってるわけですね。で、かつね、このシバリストの円形フィルター、面積小さいじゃないですか。だから余計な資源、無駄に使わないっていう、そういう環境面にも配慮しているようです。ホリアは。それでこの01の一番すごいところは、もうそういう美味しいコーヒーが、もう誰でも簡単にイージーに入れることができるということですよ。慣らしてメロドリップ上に置いて、そこにお湯を注げば、もうプロも素人も違いがないわけですよ。厳密に言えばね、お湯の注ぐスピード、量っていうのの違いがそこにはあるかもしれないですけど、滴り落ちるお湯に違いはほとんど出ないわけですよね。いや、お湯の注ぐ量だって、いくら素人でも少し練習すれば安定していくんですよ。そしたら、極端な話すれば、世界チャンピオンとおじさんが入れた、注いだコーヒーで、どんだけの違いがあるのかっていう、そういう抽出器具なんですよね。革命だと思いますよ、これは。ホリアが今までのブリュワシリーズ超えるものを作るよっつって1年かけて極秘に作っただけのことはあるなって思いました。せっかくなのでね、TDS も測ってみましょう。さっきぐらいの時間でどれぐらいしっかり出せてるか。1.43。おじさん好みですね。オレアの新しいフラッグシップモデル01。見てもらった通り、今までのブリュワーシリーズとは全く設計思想が異なるというか、一段上の次元でホリアが設計したブリュワーになります。これ間違いなくね、2025年の大きなトピックの一つになるかと思います。で、この01はオレアで予約注文販売という形を取ると思います。まだね、日本の販売代理店にいつ入ってくるかっていうのは全く未定だと思いますので、まず、興味のある方で、いち早く試したいなっていう方は、オレアのインスタグラムのアカウントをチェックした方がいいと思います。そこからオレアのサイトに飛んで、日本だったらグローバルサイトの方から予約注文という形になるのかなと思います。おじさんの方のね、おじさんのリンクからもいけるんですけど、確実な情報を取るんであれば、やっぱり、オレア UK の、インスタグラムの公式アカウントの方をチェックしてもらった方が、確実だと思います。おじさんもまだね、開墾して使ったばっかりなので、これからね、いろいろ試してみて、気がついたこととか、アップデートできる情報があれば、また随時、ご紹介していきたいと思います。で、01に関する質問等ありましたら、コメント欄の方にお気軽にお願いします。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。